想のゲーム機を手に入れてしまいました。理想？そう、理想。話を聞こうじゃないか。今回紹介するリトロイドポケット3プラスはデザイン、性能、金額、操作性、携帯性のバランスが非常に良く、小さすぎず大きすぎず、とにかく実用的な5インチ Android ゲーム機です。どうも吉田です。今回からアシスタントをします玄太です。リトロイドってなんかメトロイドみたいな名前だね。リトロイドは多分リトロプラスアンドロイドが由来で、アンドロイドを搭載したゲーム機を専門に出しているメーカーです。なるほどね。今回のリトロイドポケット3プラスの特徴をざっくり説明すると、アンドロイド搭載していて 4.7 インチで薄くて軽い、原神、PS2、GCM あたりがそこそこ動く、空張り豊富、品質もそこそこ良い、そこそこ安い、って感じかな。でもアンドロイドを搭載したゲーム機って他にも色々出てるよね。何が違うの？確かに、前回紹介した RG505 も Android だし、結構前に出たポーキ DX18S も Android だし、しかも同じ CPU 性能だね。中身が同じってこと？じゃあなおさら何が違うのよ。個人的な推しポイントは、本体の薄さ、切り詰めた寸法、液晶の綺麗さ、操作性の高さにおいて他のゲーム機よりも圧倒的なところかな。なるほどね。でもそういうの求めるなら、スマホにコントローラー装着した方がうるせえ。ということで、基本的な使い方とか専用のランチャー、PS2 エミュテスト、スティーンリンクでのリモートプレイなど試していきます。ではこんな感じで見ていきます。まず開封しながら本商品のスペックについて触れていきます。金額はオフィシャルストアにて、リトロイドポケット3プラスは149ドル、クリアパープル、クリアブルーだけ15ドルプラスの154ドル、それに加えて送料が15ドルかかります。1ドル135円の場合、送料込み金額の169ドルは22,815円ですね。正直めちゃくちゃありな金額かと。1ドル110円なら18,590円か。円安早く終わって。そもそも私は前機種のリトロイドポケット3も相当気に入ってたんですよね。何がアップグレードされたの？チップセットがユニソック T310 から T618 にグレードアップしたので、CPU 性能が上がったくらいかな。ぶっちゃけ、それくらいなら大したスペックアップじゃなくない？メディアテクディメンシティ900くらい搭載してほしいよね。実際買い替えるほど革新的な変更ではなくて、3D ゲームは動くけど若干厳しいというものから、3D ゲームがギリ遊べる最低ランクになったくらい。じゃあ前機種を買った人はわざわざ買い替える必要ないね。って思うじゃん。最低ランクでも実用的に遊べるようになったのは非常に大きくて、最近なぜかハマっている PS2 のエミュ専用機として大活躍しています。PS に遊べるの良いじゃん。ソフトによってはまだ全然厳しいけどね。他に変更点は、ラムが 23GB から 4GB、ストレージが 32GB から 128GB、バッテリーが4000マから4500マ、他の仕様は RP3 無印と全く変わっておらず、スピーカーや画面など比べて確認してみましたが、もし変わってたとしてもわからないレベル。なんか変わってたら誰かコメントで教えてね。また今回カラーバリエーションが豊富で、リトロ、インディゴ、16ビット、オレンジ、ブラック、16ビット、クリアパープル、クリアブルー、と7種類。めっちゃ種類あるね。でも、カラーバリエーションは今後減る可能性があるので、それだけ注意してください。リトロイドポケットにも最初だけクリアカラーあったけど、今はもう買えないもんね。では箱、内容物から丁寧に見ていきます。箱はレトポケ3無印と全く同じデザインで、ゲームを想起するイラスト群がグレーで描かれたデザインとなっています。ロゴの3部分にプラスがつき、側面の表記が変わったくらいでしょうか。内容物はこちら、レトポケ3プラス本体、説明書、USB-C ケーブル、保護ガラスフィルム。保護ガラスフィルムは先行販売でついてきたおまけです。どうでもいいけどワイはガラスじゃなくてプラスチック派です。では外観をじっくりと見ていきます。今回はクリアブルーを注文しました。プラス15ドルのシェルを見せてもらおうじゃないか。爽やかなクリアブルーかと思っていましたが、意外とくすんだ感じの色味。触り心地はサラサラとしていて、クリアじゃないシェルとは手触りが違います。映像だとうまく映らないんですが、実際目にした感じはもうちょっと緑が強めなブルーです。もうちょい透明度高い方が好みだけど、まあ先に手に入れた人の報告イメージ通りだね。ですね。がっかりというほどでもありません。本体表面には左側に十字キー、アナログスティック、右側にABXY ボタンとアナログスティックがあります。その他ボタンはありません。すごくシンプルなボタン配置。アナログスティックは両方とも押し込み L3R3 対応です。ボタン配置は前機種と全く同じで特に言うことありません。強いて言うなら、シェルがスケルトンになったため端末が小さく感じ、内部の構造がデザインのように見えているのが良いですね。間延び感がなくなってて良い感じ。本体背面には排熱用の通気穴があり、こちらも内部が透けているのでほとんどバッテリーしか見えませんが、間延び感がなくなっています。上側面には左から L1L2、電源ボタン、外部出力用マイクロ HDMI、スタートセレクトボタン、R1R2 で、下側面は左からスピーカー、マイクロSD カード、USB-C、イヤホンジャック、
スピーカーでスタートセレクトボタンの位置、おかしすぎませんか？ボリュームボタンだと思って押しちゃうでしょこれ。正直これは慣れれば全然問題ありません。でもゲームタイトルによっては、スタートセレクトボタンを頻繁に使うものもあるよね。位置が微妙な場合は、L3R3 に割り当てれば良いのではないでしょうか。まあ、それはそうだけど。右側面にはホームボタン、左側面にはボリュームボタン、厚みも無印と変わっておらず、薄くてとても良いです。デザインがスイッチライトに似すぎじゃない？それに関しては何も言えねえ。大きさは違うけれど、細部のディテールまで結構似せてるんだよね。これは完全にパクリでは。次行きます。大体同じサイズの携帯ゲーム機と比較したり写真撮ったりしていたら、テーブルにたくさん並んだので記念写真撮りました。左からレトポケさんプラス、レトポケさん、RG505、PS ビタ2000、PS ビタ1000、任天堂スイッチライト。寸法的には大きい順でこちら。一番大きいのはスイッチライトでその次505ですね。こうして見るとスイッチライトですら大きく感じるね。軽くて小さいスイッチライト気に入ってるんだけどね。505とのサイズ比較はこちら。縦幅と厚みが505よりも小さめです。ビタとレトポケさんは体感どっこいですが、コントローラー部分が丸まっている分、ビタの方が結構小さく感じます。ビタのサイズ感が好きな人には刺さりそう。操作性としては、まさに携帯ゲーム機なサイズ感、重量で、ボタン類は全体的に上に寄っているので非常にバランスが良く、操作性に優れています。シェルがサラサラとした質感なので、若干滑る感じがありグリップ感は少し下がるね。L に R にあたりを押す場合、多少持ち方を考えないといけないかなって印象。まあ確かに操作性を最優先にしている方は、クリアシェルじゃない方が良いかもしれません。重量は実測値で 243g でした。シェルの寸法がかなりスマートなのでみっちりとした重量感だね。ABXY ボタンは導電製ラバーで、しっかりとした押し心地、ストローク長め、音大きめです。引っかかりなしで、ボタンの色は塗装ではないので塗装ハゲの心配もありません。音大きいのが少し気になる。レトポケさん無印ではドームスイッチを採用したカチカチ系のボタンで結構気に入っていたんですが、マジョリティはどうやら導電製ラバーらしく、そちらがデフォルトとなってしまいました。ドームスイッチって何？ジョイコンのボタンやビタ、D サイのような押し心地だと考えてもらえるとわかりやすいかと。クリック感が強いやつか。5ドルでボタンだけの購入も可能ですが、正直買い足して分解して取り替えるくらいならまあそのままでも良いかな。いや、そのうち買えるかも、って感じです。悩み中。一緒に買っておけば送料節約できたのにね。十字キーは継続してドームスイッチです。良いですね。LR ボタンはタクトスイッチのカチカチボタン。音はマウスのクリック音よりも低め。液晶は輝度高め、発色も良い、解像度も高い 750×1334 と完璧。iPhone の互換液晶を利用してるとかしてないとかなので、中華ゲーム機としては最高レベルに綺麗。iPhone 画面サイズ、解像度が iPhone 6、7、8と同じなんだよね。それは怪しい。解像度の高さにより、どんなゲームもほぼピクセルパーフェクトに見えます。レトポケさんと RG505 を比較すると、PSP で 2D ゲーム、しかもピクセルドット絵で構成されたものをやる場合に多少見え方は異なります。RG505 はエッジがバキバキに見えるね。それ以外の 2D グラフィックのゲーム、3D ゲームでは正直全然わかりません。2D のピクセルで他にはタクティクスオーガくらいですかね。上が RG505、下がレトポケさんプラスです。輝度が非常に高く、明るすぎて眩しいくらいで遊びたい。現代のスマホに慣れてしまった人間にはとても良い明るさです。しかも暗さもかなり落とせるので、シーンを問わず遊ぶことができるのもいいですね。さすが iPhone。スピーカーは普通で、私は特に何も思いません。結構こもり気味じゃない？ iPhone や iPad など高品質なスピーカーに慣れている方にとっては、こもり気味であまり良くないと感じるかもしれませんね。でもスピーカー良い中華ゲーム機なくない？では比較として聞き比べてみましょう。こちらが PS ビタ初期モデル。こちらがレトポケさんプラス。こちらが RG505。録音と実際に聞くのとは全然違うので参考程度にしてほしいですが、レトポケが一番音量が大きく、クリアに聞こえる感じですかね。まあでも音質の良さで言ったらどれも大差なさそうだね。では使い方について解説していきます。基本的には Android スマートフォン同様な使い勝手で使用することができます。アプリやエミュレータは初期設定で導入済みですが、細かな設定などは自分で行わなければならないため、知識と調べる力が必要です。例えばストレージを設定したり、パーミッションを許可したり、慣れてないと結構難しいかもね。あと頭に入れておいてほしいのが、Android はこの端末に限らず、システムレベルで遅延があり、人によっては気になるといったことが注意点としてあります。私は別に気にならないん
んですが、アクションゲームや格闘ゲームなどを重要視する場合には留意しておきましょう。このような端末はいわゆるエミュレータアプリが初期搭載されています。そもそもエミュレータって何？違法じゃないの？エミュレータっていうのは、レトロゲームなどを別のハードで動かしたりできるようになるソフトのことで、めっちゃ簡単に言うとレトロフリークとかもエミュレータだし、スイッチのアーケードアーカイブス、ファミコンミニなどもエミュレータです。なるほど。どうやって遊べばよいの？遊ぶには、吸い出式ダンパーが必要になってきます。プレステ1とかだったら DVD リーダーと PC だけで吸い出すこともできるので、遊びたいゲームの吸い出し方法を調べながら行う必要があります。なるほど。吸い出して売っちゃえば格安でゲームを遊べるってことね。所有していないゲームの複製は違法だから注意してくれよな。承知しました。プリインストールというか、レトポケでは初めて起動する際にセットアップが開き、アプリ選択する画面が現れます。ファームウェアによって変わると思うので、参考程度にしてください。アップデせずに使ってます。アプリは30種類もあり、それぞれの解説は書いてたらそれだけでものすごい量になってしまうので、一覧だけを羅列しておきます。有名なエミュアプリは一通り入ってるね。使い方は各エミュごとに異なるので、一つ一つ調べながら使う必要があります。とりあえずエミュで遊びたい場合にはどうすればいいの？エミュ機として使いたい場合には、エミュ専用のランチャーがあり、そちらを使うとランチャーが立ち上がります。これはいわゆる従来の Linux エミュ機のようなインターフェースで使えるようになるもので、要するに、フォルダの設定のみ行えばゲームが一覧で表示されます。いいじゃん。まあ個人的にデイジ書というランチャーアプリを気に入っているので、それを使っています。使ってないんかいで、結局どんくらいの性能なの？これ、そう聞かれると思ったから、アンツツベンチマークを測ってみました。アンツツバー 9。4.8 のスコアは、総合スコア対23万、888、GPU スコア対4万、2059、総合スコア的には、スナップドラゴン820、665あたりの性能でしょうか。無印では総合が15万、4267だったので、まあそこそこ上がってます。なるほどわからん。PC マークによるバッテリー持続時間をテストしてました。100から20までが7時間程度。基本スマホやタブレットで行うアプリだと思うので、ゲームメインで使う場合はもう少し減るかもしれませんが、携帯ゲーム機としては文句なしのバッテリー持ちです。ぶっ通しで遊んで確認したいけど、時間がありません。スリープで放置しててもかなり長持ちするので使いやすいね。で、結局どんくらいの性能なの？これ2回目。スコアだけ見てもわかんねえよって人のために動作テストをいくつか行いました。とりあえず PS2 をいくつか遊んでみましたが、タイトルにもよりますが結構普通に遊べます。若干 RG505 よりもこちらの方が動きが良い印象。なんでだろう？理由はわかりません。キングダムハーツをしばらく進めましたが、特に難しい設定は何もせず遊べてます。内部解像度も 1.25 とか 1.5 くらいで普通に処理落ちなく動きます。ちなみに蒸気写真は 1.25。画面の粗さはほとんど気になりません。キンハー遊べるの良いね。ドラクエ8は結構調整してみたんですが、やはり処理落ちが改善されず、頑張って許容すれば遊べるけど、程度だね。最重と言われるワンダと巨像もしっかりと無理そうです。何か良い設定があったらコメントお願いします。ゲームキューブの方がしっかりと動く印象です。スターフォックスアドベンチャー懐かしい。他に言うと、コントローラー対応している Android アプリの幻冬もムービーシーンでは処理落ちしますが普通に遊べます。もうちょっとコントローラー対応のゲーム増えてほしいよね。わかる。iOS の方がコントローラー対応ゲーム多い気がする。コントローラー対応していないゲームは遊べないの？ゲーム中に画面を右から左へスライドすると、機能が色々と現れて十字キーアイコンを押すことで、ボタンマッピングが可能です。原神とかもこれで使えて、自分好みのボタン操作で良い感じに使えるようになります。原神はいつコントローラー対応するの？設定方法を簡単に説明すると、ボタンは一番左のアイコンをタッチしながら配置し、割り当てたい ABXY 十字キー等のボタンを押す。アナログスティックはスティックのアイコン左右で配置したアイコンをさらにタッチすると、さらに詳細に設定を変更できます。日本語にも対応していて、説明も書かれているので読めば大体わかります。結構細かく設定できて良いね。Xbox クラウドゲーミングサブスクのやつによるクラウドプレイや、Steam リンクによるリモートプレイにも快適です。と言ってもこちらは前端末より問題ありませんでしたが、家で遊ぶ分にはこれで十分かと。Wi-Fi 互換 PC 環境が整っていればだけどね。一通り使ってみた感想としては、冒頭でも言いましたが、とにかくデザイン、性能、金額、操作性、携帯性のバランスが非常に良く、実用的な5インチ Android ゲーム機。どうして最初にこれを出さなかったの？ほんまそれな。ほぼ欠点がない完成度の高さなので目をつむります。他にもリトロイドポケット 3S という、さらに CPU がグレードアップしたモデルが出る噂もありますが、いつ出るかもわからないし、値段もグレードアップすると思うので、2万円前後で買えるゲーム機としては一番良いと思います。確かにスペック上がれば値段も高くなりそうだね。ビタが携帯ゲーム機として最大のサイズ、それ以上は無理。でも 3.5 インチの小さい端末もきついって人は、もう間違いなくこれ一択です。一押し。